日本語の挨拶の不思議。皆さん、こんにちは。今日は、日本語の挨拶、こんにちはについてのお話をします。この言葉、普段使っているけれど、実はとっても面白い秘密がたくさんあるんです。どうしてこんにちは、というの？昔の人も同じように挨拶してたの？そんな疑問に答えていきます。それでは、スタート。1、こんにちはの意味。こんにちはは、相手に挨拶をするときに使う言葉ですね。元気ですか？やおはよう。のように、相手を気遣う優しい言葉です。でも、実はこの言葉、もともとは質問の途中だったって知っていますか？昔の日本では、正式な言葉として、こう言っていました。こんにちは。お元気ですか？このこんにちはは、今日はという意味だったんです。つまり、今日はどうですか？今日は元気ですか？と、挨拶の前半部分だけが使われるようになったんですね。2、どうしてこんにちはって言うの？昔の日本では、挨拶の時に今日はと言って、そこから会話を始めるのが普通でした。例えば、こんな感じです。今日は天気がいいですね。今日は調子はどうですか？つまり、今日はの後ろには、いつも何か言葉が続いていたんです。でも、時代が進むにつれて、今日はだけで十分意味が通じるようになりました。それがこんにちはの始まりなんです。3、どんな時に使うの？こんにちはは、お昼頃から夕方くらいまで使われます。朝はおはよう、夜はこんばんはと挨拶を変えますね。日本語では、時間によって挨拶が変わるのが特徴です。朝、おはようございます。昼、こんにちは。夜、こんばんは。外国の言葉では、同じ挨拶をどんな時間でも使うことがあります。例えば、英語のハローは朝でも昼でも夜でも同じです。日本語の挨拶は時間によって違うので特別な感じがしますね。4、漢字ではどう書くの？こんにちはを漢字で書くと、実はこんな風になります。こんにちは。こんにちはは漢字で書いても、こんにちはとなります。これをそのまま読むと、今日はと読めそうですが、挨拶として使うときには、こんにちはと読みます。不思議ですね。5、昔の挨拶はどうだったの？実は、昔の日本には今のような、こんにちは、こんばんはという挨拶はありませんでした。その代わり、人々はこう言っていました。ごきげんよう。やあ。ごきげんようは、今で言うこんにちはと似ています。あなたのご機嫌はいかがですか？という意味です。とても丁寧な言葉ですね。やあ。もっとカジュアルで、友達同士が気軽に声をかけるときに使われました。6、日本だけじゃない。他の国の挨拶。世界中のいろいろな国にも挨拶があります。例えば、英語、ハロー、韓国語、アンニョンハセヨ、フランス語、ボンジュール、それぞれの言葉で挨拶をすると、その国の人とすぐに仲良くなれますね。
でも、日本語のこんにちはは、時間や相手によって少し変えるのが特別なところです。7. こんにちはと書くのは間違い？時々、こんにちはと書く人がいます。でも、これは実は間違いなんです。正しい書き方はこんにちは。どうしてかというと、この言葉が、もともと今日はという言葉だからです。日本語には、は、を、はと読む特別なルールがあります。このルールを覚えておくと、日本語がもっと楽しくなりますよ。8. こんにちはと似た言葉。日本語には、こんにちはと似た挨拶や言葉がたくさんあります。例えば、どうも、とてもカジュアルな挨拶。おっす、友達同士やスポーツ仲間の挨拶。いらっしゃいませ。お店でお客さんに言う言葉。状況に合わせていろいろな言葉を使うのが日本語の面白いところです。9. 外国人がこんにちはを覚えるのは簡単。こんにちはは日本語を初めて学ぶ外国人にも覚えやすい言葉の一つです。なぜなら、1. 読み方が簡単。2. 日常的によく使う。3. 相手に優しい気持ちを伝えられる。でも、は、を、はと読むルールは、ちょっと難しいと感じる人もいます。それをクリアすれば、きっとすぐに使いこなせるようになりますよ。10. まとめ。今日は、こんにちはについての雑学をお話ししました。いろいろな歴史やルールがあることがわかりましたね。毎日使う挨拶ですが、その裏には、たくさんの面白い秘密が隠れていました。これからも、こんにちはを使って、たくさんの人と交流してみてくださいね。それでは、今日はここまでです。ここから振り仮名がなくなります。リスニングになりますので、後半もご覧ください。日本語の挨拶の不思議。皆さん、こんにちは。今日は、日本語の挨拶、こんにちはについてのお話をします。この言葉、普段使っているけれど、実はとっても面白い秘密がたくさんあるんです。どうしてこんにちはというの？昔の人も同じように挨拶してたの？そんな疑問に答えていきます。それでは、スタート。1、こんにちはの意味。こんにちはは、相手に挨拶をするときに使う言葉ですね。元気ですか？やおはよう。のように、相手を気遣う優しい言葉です。でも、実はこの言葉、もともとは質問の途中だったって知っていますか？昔の日本では、正式な言葉として、こう言っていました。こんにちは。お元気ですか？このこんにちはは、今日はという意味だったんです。つまり、今日はどうですか？今日は元気ですか？と、挨拶の前半部分だけが使われるようになったんですね。2、どうしてこんにちはって言うの？昔の日本では、挨拶の時に今日はと言って、そこから会話を始めるのが普通でした。例えば、こんな感じです。今日は天気がいいですね。今日は調子がどうですか？
つまり、今日はの後ろにはいつも何か言葉が続いていたんです。でも、時代が進むにつれて、今日はだけで十分意味が通じるようになりました。それがこんにちはの始まりなんです。3. どんな時に使うの？こんにちはは、お昼頃から夕方くらいまで使われます。朝はおはよう、夜はこんばんはと挨拶を変えますね。日本語では、時間によって挨拶が変わるのが特徴です。朝、おはようございます。昼、こんにちは。夜、こんばんは。外国の言葉では、同じ挨拶をどんな時間でも使うことがあります。例えば、英語のハローは朝でも昼でも夜でも同じです。日本語の挨拶は時間によって違うので特別な感じがしますね。4. 漢字ではどう書くの？こんにちはを漢字で書くと、実はこんな風になります。こんにちは。こんにちはは漢字で書いても、こんにちはとなります。これをそのまま読むと、今日はと読めそうですが、挨拶として使うときには、こんにちはと読みます。不思議ですね。5. 昔の挨拶はどうだったの？実は、昔の日本には今のような、こんにちは、こんばんはという挨拶はありませんでした。その代わり、人々はこう言っていました。ごきげんよう。やあ。ごきげんようは、今で言うこんにちはと似ています。あなたのご機嫌はいかがですか？という意味です。とても丁寧な言葉ですね。やあ。もっとカジュアルで、友達同士が気軽に声をかけるときに使われました。6. 日本だけじゃない。他の国の挨拶。世界中のいろいろな国にも挨拶があります。例えば、英語、ハロー、韓国語、アンニョンハセヨ、フランス語、ボンジュール、それぞれの言葉で挨拶をすると、その国の人とすぐに仲良くなれますね。でも、日本語のこんにちはは、時間や相手によって少し変えるのが特別なところです。7. こんにちはと書くのは間違い？時々、こんにちはと書く人がいます。でも、これは実は間違いなんです。正しい書き方はこんにちは。どうしてかというと、この言葉が、もともと今日はという言葉だからです。日本語には、は、を、はと読む特別なルールがあります。このルールを覚えておくと、日本語がもっと楽しくなりますよ。8. こんにちはと似た言葉。日本語には、こんにちはと似た挨拶や言葉がたくさんあります。例えば、どうも、とてもカジュアルな挨拶。おっす、友達同士やスポーツ仲間の挨拶。いらっしゃいませ。お店でお客さんに言う言葉。状況に合わせていろいろな言葉を使うのが日本語の面白いところです。9. 外国人がこんにちはを覚えるのは簡単。こんにちはは日本語を初めて学ぶ外国人にも覚えやすい言葉の一つです。なぜなら、1. 読み方が簡単。2. 日常的によく使う。3. 相手に優しい気持ちを伝えられる。でも、
は、お、わと読むルールは、ちょっと難しいと感じる人もいます。それをクリアすれば、きっとすぐに使いこなせるようになりますよ。10、まとめ。今日は、こんにちはについての雑学をお話ししました。いろいろな歴史やルールがあることがわかりましたね。毎日使う挨拶ですが、その裏には、たくさんの面白い秘密が隠れていました。これからも、こんにちはを使って、たくさんの人と交流してみてくださいね。それでは、今日はここまでです。